幸せでありますように。業について教えていただきたいということで、業というと言われるとなんかいまいちピンとこないということで、行為というふうに考えているといいのでしょうかという。業っていうのは難しいんですよ。まずは私たちはなんかみんな生かされてると言ってるでしょ。ということは自分で管理できない何か働きがあるんですね。だから性格っていうこともあるでしょ。性格はもう嫌だなと思っても治らない。そういうふうにそれが業の管轄で業が決まっているんですね。その場合業っていうのは今心にある衝動。そこで新たな業を作るためには行為しなくちゃいけない。行為が業ではないんです。パリ語で同じ単語だから使ってます。日本語になるとそういうふうに同じ同義語で取る必要はないんです。お釈迦様は行為語両方同義語で使っているんです。それはパリ語だからなんです。行為にもカンマという、業にもカンマという。で、行為する意志があるんですね。喋りたい、歩きたいという。心に起きた喋りたいという意志で喋る。それでエネルギーがたまる。喋った結果が心にたまる。それは業なんです。新たな業なんですね。そこで、この気持ちが貪嗔痴だったら悪業になる。気持ちはそんなに貪嗔痴でない場合は、善行為になる。それで、普段人は善行為はしないんですね。ということはもう、自然なんです。体に愛着があるし、楽しみに愛着があるし、いろんな愛着いっぱいあるんだから、愛着で、気持ちよくなるんだから、じゃあ散歩にしようと。健康にいいんだから散歩にしようというふうに行為するんですね。その場合は貪嗔痴が働いている。だから善行為はお釈迦様があえてリスト作ってあげなくちゃいけなくなっちゃったんです。だから節操するなよ、生命を慈しみなさい、人を助けなさい、施しをしなさいとかね、嫉妬するなよ、自分に対して怒られた人のことも心配してあげてくださいと、そういうふうにわざわざリスト作っているんです。そのリストは不頓不人不知でなければできません。例えば怒鳴られたら怒鳴り返せというと怒り、貪嗔痴ですね。怒鳴られてもあなたは愛語を使ってください、そういうふうにお釈迦様がリストを作っているんです。そのリストを実行すると全て善行為になります。今の時間ではその程度でしか説明できません。だから行為イコール業というよりは、行為を引き起こす心の衝動が業なんです。これはお釈迦様の言葉で言えば、チェータナーハンビッカベカンマンワダーニ。だからお釈迦様はこの言葉2つと知っていたんです。だからチェータナーが意志が業であるとはっきりと定義してあります。